今回の産業まとめ。突然のファーストトラック中止。中国側の一方的な措置。すぐに解決される？ 11 月13日に中国西安と天津に向けて出発予定だったサムスン電子のチャーター機2機が突然キャンセルされ、波紋を呼んでいます。中国と韓国の間では感染拡大を防いだとして4月から一部企業の従業員の入国手続きをスムーズに行うためのファーストトラック制度を導入。チャーター機を通じて多くの人材を派遣していました。しかし突然中国側から具体的な理由なくチャーター機の運航が中断され、混乱と不安が生じています。韓国外交部は、最近中国国内では海外から流入した感染者が多いため、国や企業を問わず、一律に検疫強化措置が実施された。チャーター承認など、中国入国のための手順が強化されたもので、具体的な事実関係を確認中としています。ただ、ファーストトラック自体が中断されたわけではなく、現在中国側と交渉中だとしています。今のところすぐに工場稼働に関連する影響が出るわけではないようですが、今後支障が出るとされています。これについて韓国連合ニュースの記者が、中国外交部の定例会見で質問をしました。しかし外交部報道官は、所轄官庁に問い合わせるよう、とし、両国は良好なコミュニケーションと調整を維持している、としか答えませんでした。一方で LG は先週チャーター機を飛ばして南京に従業員100人を派遣したとしています。編集所管。今回の概要。突然の中断、再開の可能性は、再開しなければならない中国の事情。感染を抑えても疲弊する韓国。全世界的に感染者が増加傾向にあって、中国や韓国でも徐々に感染者が増加しているようです。中国では感染者の大半が海外からの流入ということもあって、検疫レベルを上げたということのようです。今回の措置が中国外交部には会見までに伝わっていなかったようで、どうやら寝耳に水だったようですね。今回の措置は交通運輸部配下の中国民用航空局が行ったもののようで、中国国内にも周知が徹底されていなかったのかもしれません。それでも韓国側が前向きなのは、韓国も感染者が都心を中心に増加傾向といっても絶対数がそれほど多くないので、特別扱いを受けられると見ているようです。まあ、交渉次第で他国との差別化を受けられるだろうという観測ですね。東京23区とほぼ同じ規模のソウルで100人未満ですし、週ごとで見ると徐々に増えてはいますがそれほど大きくは変わらないです。サムスンの半導体工場が止まってしまうと中国にとっても大きな痛手なので、そのうち解消されるのではないかと思います。年内に閉鎖しようとしているテレビ工場についても、時期だけにベトナムへの移行はほぼ完了していると思われます。中国としてもこれを引き延ばしたところでさしたる利益はないでしょうし、SK ハイニックスもチャーターを飛ばしているとのことですが、こちらもサムスン同様工場に支障が出ては中国にとってマイナス。LG のバッテリーや液晶に関しては国内の競合が多いのでどうでもいいんでしょうけど、敵が増える中で韓国との関係は悪化させたくないでしょうね。バイデンが超低姿勢外交を始めて中国を囲い込もうとしているという情報は入っているでしょうから、韓国を刺激したくはないでしょう。ほら、日本はいくら尖閣に船を送っても関係が悪化しないと舐められてるから。今回の措置は請求に、そして一斉に行われてしまったのでサムスン電子が不利益を得るような形になってしまいました。ただ、中国国内の調整と中国と韓国の二国間調整がついて再開されるんじゃないかと思いますね。なんだか面白いことになりそうだなと思ってこのニュースを選んでみたんですけど、面白くはならなさそうですね。中国も韓国もある程度の水準に感染を抑えてきているわけですけれども、明暗はくっきり分かれています。V 字回復を達成して GDP でプラス成長を続ける内需の強い中国。それに対して国内の感染を抑え込んでも海外依存度が高く、海外の状況に大きく左右されて不振が続く韓国。世界でも人や物の動きが少しずつ回復してきてはいますが、この冬の寒さによる感染症の再拡大で、韓国経済はまた冷え込むかもしれませんね。
なんだか久しぶりにコロナの話と久しぶりに韓国が出てきましたね。尖閣の話にしようかと思ったけどもういいかと思って。なんで？飽きた？テレビでもやってたし、よそでもやってるだろうからいいかなと思って。でも何か今回は面白そうでつまんないね。何にもないってことでしょ？一回だけチャーター便の運航を止められたってところ。今のところはね。全部なくなったりしないの？ほら、中国で感染者が増えたりして。それはあるかもしれないけど、ファーストトラックがなくなるだけじゃないかな。むしろ韓国の方で増えない限りは大丈夫だと思うけどね。今まで韓国からのビジネス入国で何人くらい感染者が出たか知らないけど。そっか。でも中国でまた大流行になったら話は別でしょ？そりゃそうだけど、それは起こってみないと何とも言えないね。日本は来てますね。第3波。そうですね。この冬を耐えられるかどうかですね。テレワークにちょっと期待。不謹慎な。だってよその会社はみんなテレワークなんですよ。みんなじゃないけどね。まあ会社の方針だから仕方ないよね。そろそろ定期券の調整しなきゃ。また損しちゃう。前回なんか揉めてたよね。JR 嫌い。また始まった。多分テレワークになるには会社でクラスターが発生しないとだと思う。発生したら白雪さんもかかっちゃうんじゃない？困るね。そしたら、私に移さないでね。来たよ。嬉しい。何が？冬が？冬は嫌い。寒いの嫌い。ってことは何か暖房か何かを買ったの？ブブー、外れ。答えは何？正解は、いらないから。正解は、掛け布団カバーです。何それ、つまんない。予想外の反応。こんなのつまんないでしょ。すごいとかも思わないし面白くもないし。大体なんでそんなもの買うの？干しててどこかに飛んじゃった？違いますよ。肌触りがいいカバーを買ったんです。今のがちょっとごわついてきたんですよ。それだけで買ったの？もったいない。だって直接肌に触れるから気持ちよくないとよく眠れないでしょ。あれ？高級コインランドリーのふわふわ乾燥機使うって話は？ああそれね。なんか洗って持っていくのが面倒だから。ちょっと待って。その布団カバーいくら？ベルメゾンのなんだけど、割引とか色々あって、3000円くらい？ってことは元の値段は5000円くらいってことか。結構いいやつだね。普通くらいじゃない？それが3000円だからいいんだよ。で、前のはどうするの？捨てるの？ゆるりんにプレゼントしようと思ってるの。何それ？いらない。だいたいうちまで持ってくるの面倒でしょ。コインランドリーにも行けないのに。着払いで送るよ。着払いって、いらないよそんなの。今はごわついてるけど、ふわふわ乾燥したら復活するかもしれないよ。着払いだからいらない。じゃあ今度なんとか持っていくよ。途中まで迎えに来てね。私に何のメリットがあるのかしら。